伝説のニュータイプの影に囚われた男、ジョブ・ジョンの人生。ジョブ・ジョンは、テレビ版、機動戦士ガンダムに登場するサブキャラクターです。予備パイロットとしてホワイトベースに乗艦し、ガンペリーやガンタンクのサブパイロット、砲撃士を務めると、文字通り、縁の下の力持ちがごとく、様々な役割を果たし、一年戦争を最後まで生き延びました。一年戦争終結後の動向については、アニメではあまり描かれていないものの、現在ガンダムエースで連載中の漫画、機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラに登場し、ガンダム F90 の開発責任者として描かれるなど、後年のガンダム開発に関わる重要人物の一人です。今回は、そんなジョブ・ジョンの人生について解説させていただきます。ジョブ・ジョンは、書籍、ベータガンダム、キャラクター列伝では宇宙世紀0060年代生まれとされているものの、正確な生年月日は明かされていません。しかし、一年戦争時に、18歳のリュウ・ホセイをリュウさんと呼んでおり、15から16歳のアムロが、ジョブへ敬語を使用していることから、年齢は17歳くらいだと思われます。ブロンドヘア、黒い目をしたジョブは、予備パイロットとしてホワイトベースに乗艦しており、アニメ版機動戦士ガンダムの作中では、ガンペリーの操縦を務めたり、21話では、負傷したリュウ・ホセイに代わって、ガンタンクの操縦をすることもありました。パイロット任務以外では、捕虜にしたジオン兵のコズンを独房へ連行したり、民間のパイロットを装って潜入したブーンと、キャリオカの部屋に、保証で立つなどの任務をこなす様子が描かれました。また、最終決戦となったアバオア空から脱出する際には、救命用スペースランチのパイロットを務めています。このように、ジョブ・ジョンは、上官の指示に素直に従い、便利屋として様々な任務をこなしていた人物ですが、テレビ版では目立った活躍を見せていませんでした。しかし、漫画機動戦士ガンダムジオリジンでは、レギュラーの一人として出番が増えており、ガンキャノンの正パイロットを務めています。また、アムロたちに、ルーム戦役時の黒い三連星の活躍を語ると、リュウと共に先輩的な立場を務めていました。ジャグローでホワイトベースに乗艦したスレッガーロウからは新米扱いされていたものの、アバオア空戦においては新編成の事務隊で出撃して指揮官を務めています。テレビ版ではホワイトベース隊はアムロレイに続いてカイシデンやハヤト小林などが主に戦いを繰り広げていましたが、ジオリジン版ではアムロに続く準エースという2番手として評価されており、整備兵たちの評判もいいという立ち位置になっています。もともとのアニメ版ではサブキャラクターとして登場し、影が薄い存在だったジョブ・ジョンは、続編の機動戦士ゼータガンダム以降、アニメ作品ではその姿が描かれていません。しかし、漫画機動戦士ガンダムデイアフタートゥモロー開始伝のメモリーよりでは、宇宙世紀0105にサナリーの社員としてジャーナリストの開始伝とサイド3一年戦争展プレオープンで再会しており、その際に宇宙世紀0105までの自身の経歴を回に語る様子が描かれました。ジョブ・ジョンは一年戦争後は帰郷し、故郷の人々からは英雄として持ち上げられていました。しかし、次第に戦時中の細かい情報が広まると、正規軍人だったのにアムロたち民間人より活躍できなかったという実態を責められるようになり、耐えられなくなって軍を退役していたことが明かされています。一時期はアムロやカイたちを逆恨みしながらスペースデブリの回収作業員をし、その後にサナリーの社員としてサイド4で長く生活していたそうです。それでも再び立ち直り、今では人に評価される人間となれたことを感謝しているとされています。また、現在ガンダムエースで連載中のアムロがアクシズショックで行方不明となった後の世界で、キッカを中心に描いた物語機動戦士ガンダムピューリッツァーでは、元整備クルーのオムル・ハングがジョブ・ジョンに接触し、サナリーで働くよう持ちかけていたことが明かされています。宇宙世紀100以降、ジョブ・ジョンは漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラにて、サナリーのガンダム F90 の開発責任者として登場します。海軍戦略研究所サナリーは、もともとは地球連邦軍の詰問機関、すなわち意見を陳述する行政機関ですが、宇宙世紀0096には、機動戦士ガンダムユニコーンに登場する小型モビルスーツロトを開発するなど、モビルスーツの小型核融合炉の研究に着手して功績を上げた企業です。宇宙世紀102年以降、地球連邦が採用していたアナハイムエレクトロニクス社製モビルスーツは、高性能化に伴い
大型になっていきました。その結果、運用・維持するための母艦やメンテナンス設備なども改修・新造する必要が生じていたので、軍事費を増大させる要因となっていました。この問題を解決するべく、サナリーは地球連邦政府にモビルスーツの小型化を提言します。こうしてガンダム F90 をはじめとした小型モビルスーツ開発計画、フォーミュラ計画が立案されました。ちなみに F90 の開発責任者として登場するジョブ・ジョンは、一年戦争時に17歳だとして、宇宙世紀王112では49歳くらいのはずですが、かなり高齢の人物のように見受けられる風貌をしています。ジョブ・ジョンは、一年戦争時に、アムロレイのニュータイプ覚醒とガンダム神話を目の当たりにしてきた人物なので、ニュータイプへの複雑な思いがあり、F90 のテストパイロットに危険が降りかかることと、それを退ける力があることも織り込み済みとして、開発を進めていきます。また、開発の中で、データ上の性能数値に納得がいかないという理由から、自ら F70 に登場して性能を確かめようとするも、立場と年齢をわきまえるようエンジニアからたしなめられる様子も描かれています。ガンダム F90 ファステストフォーミュラでは、足りない最後のピース N タイプの開発を進めていきます。ニュータイプ専用兵装を持つ N タイプを完成させるために、シミュレーション上のデータまで極秘で収集し、13歳の子供リブ・アンゲリカがニュータイプの素養を持っていることを知ってからは、一年戦争時のアムロを思い出し、アムロと同じ不幸な思いをさせるつもりはないと考えつつも、リブをパイロットにすることを目論み、密かに N タイプのミッションパックをテスト部隊に配備していました。なお、そんなジョブ・ジョンは漫画内で、シャアの反乱の際に、後方のサラミスカイに乗艦して、援護の機体をアクシズに送ろうとしており、その際に、サイコフレームの共振現象であるアクシズショックを目撃し、号泣していたことが明かされています。また、ボッシュウェラー大尉と F70 のデータをアナハイムエレクトロニクスに横流ししているような会話をしています。こうして、フォーミュラ計画の責任者としてガンダム F90 を作り上げたジョブ・ジョンですが、宇宙世紀王120に起きた第一次オールズモビル戦役を描いた漫画、機動戦士ガンダム F90 では、サナリーの幹部としてアドミラル・ティアンムに乗艦しています。F90 などの機体設計を行っており、F90 が強奪された直後には、周囲の混乱の中で、冷静沈着に振る舞いながらも、良いデータが取れそうだと口走っています。また、ガンダム F92 号機は、ボッシュエラーの内通により、火星独立ジオン軍オールズモビルに強奪されましたが、ジョブ・ジョンは、機体を奪われた第13実験船団の処罰を不問にするために働きかけ、追撃させるように進言している姿も見受けられました。余談ですが、このように、ジョブ・ジョンは、一年戦争以降、宇宙世紀100代に入るまでは、あまり目立った活躍がありませんでしたが、フォーミュラ計画が始まって以降は、ガンダム F90 を開発した功労者として登場することになったキャラクターです。もともと、アニメ版、機動戦士ガンダムでは、便利屋のような扱いを受けていたキャラクターで、話数ごとに声優がコロコロ変わっていて、アニメ版だけでも、全部で5人の声優の方々が担当されており、さらに、劇場版やゲームでも、作品ごとに様々な方が演じるという、目立たない脇役の一人でした。そんなジョブ・ジョンは、1990年に発表された漫画、機動戦士ガンダム F90 にて、作者曰く、お遊びの範疇のゲスト出演として登場しましたが、ここからキャラクター設定が追加されていくことになりました。こうして、漫画、機動戦士ガンダム、デイアフタートゥモロー、開始伝のメモリーより、では、一年戦争後の姿が描かれ、漫画、機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラでは、F90 開発時代の姿が細かく描かれることになっていきました。なお、現在連載中の機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラでは、F90 のミッションパックの全貌が徐々に明かされつつありますが、その技術をアナハイムエレクトロニクス社が投用して作り出すシルエットフォーミュラ計画の新型モビルスーツたちも、もしかしたら、ジョブ・ジョンの暗躍に合わせて登場するのかもしれません。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。